東京都墨田区両国。駅のすぐ近くに恵光院っていうお寺がありまして、その恵光院の境内にあるある塚にまつわる話、たまたま資料が手元にあるので紹介したいと思います。時代背景は江戸時代。両国の近隣に深川という場所がありまして、そこに住んでいた浮吉という魚屋のボテフリさんの話です。浮吉は気の毒にも数年前に妻子を相次いで流行り病で亡くしていた。町役の中には商売熱心で正直者の浮吉を気の毒がり、後添いをもらうよう縁談を強く進めるものもあったが、浮吉はあれらの代わりはありゃしませんから、と決して首を縦に振ろうとはしなかった。創業より歌詞に出ては日の暮れるまで精を出す浮吉だったが、ある日番町のほとりで弁当を食べていると、ある一匹の猫が橋のたもとで顔を撫で洗っているのを見つけた。老病らしく錆色のこわった毛もまばらで薄い。ああ、こいつも一人だ。そう思った浮吉は桶の中から雑魚を一匹つまむと放ってやった。散々人に殴られでもしてきたのか。猫は大きく飛び去ったが、浮吉がそれ以上構わずにいると、そろそろと魚に近づき、前足で引っ掛けるように掴んで、橋の下に駆け込んだ。何も取って食いやしねえよ。苦笑しながら浮吉はその場を離れた。翌日の昼過ぎ、市ヶ谷のあたりを流し終えた浮吉が、堀端に座り込み弁当を出そうとしていると、目の前にちらちらと動くものがある。よく見てみると、それは昨日の猫だった。なんだおめえ、番長の野良じゃなかったのかよ。浮吉は昨日と同じように余り物の魚を一匹放ってやる。すると猫も同じように前足で引っ掛けては逃げ去った。その日から浮吉が弁当を食べようとか一服つけようとか腰を据えるたびその猫が顔を出す。浮吉も飽きもせずその都度その都度その猫を見かけるたびに売れ残った雑魚を与えてあげていた。そんな奇妙な関係が半月も続く頃になると、猫はすっかり浮吉に懐いたもので、手ずから魚を食べ、体に触れるのも許すまでになった。猫は番町、市ヶ谷柳町、飯田町あたりを根城にしているらしかった。よほどの雨でない限り、休まない浮吉だったが、猫も浮吉が来ると顔を出した。井戸端で雨宿りしながら一服する浮吉が撫でると、猫は気持ちよさげに喉を鳴らした。毎度毎度の魚のおかげか、猫はすっかり痩せがのき、むっくりとした体つきになっていった。猫と浮吉の関係は実にさっぱりしたものだった。猫は浮吉の通りかかるのを待ち、餌をもらうと浮吉が自分の根城から出るまで送り、そこから先には寄ってこようとはしない。他の猫に見受けられるようないつまでもの後追いはきっぱりとしない。浮吉はそこも気に入っていた。子供の広い猫がいつの間にか長屋に居つき、夕げの際を損なったと騒ぎになるのを何度か経験しているからだった。一人と一匹はいつの間にか会うのを楽しみにする間柄となっていた。そんなある日、浮吉が怪我をした。菓子で休んでいる際、材木屋の桁に縄で弱ってあったはずの長木が倒れてきたのである。幸い命に別状はなかったが、足を怪我した浮吉は商売に出ることができなくなった。
商いは仲間に引き受けてもらい、客をしくじることはなかったが、どうにも気になるのはあの猫だった。あいつ、一体どうしてるだろう。日がな一日、長屋のせんべい布団の上で気に病むうち、それが身に回った。みるみるうちに気力がなえ、痩せ細ってしまった。長屋の仲間が心配する前で浮吉は笑った。これでお迎えでも来りゃ、晴れて親子三人仲良く、あの世で暮らせるよ。翌日の夕刻、うつらうつらしていると声があった。もし。見ると表ではなく裏の障子に女の影が映っていた。何でしょう。ご用なら表に回っておくんなはいな。いえ、お魚はもうお売りにならないんでございましょうか。怪我をしまってからこっち、どうにも具合が悪くなりましてね。今はお休みをいただいておりやす。そうですか。それはさぞやお寂しいことでございましょう。お早いご回遊をご記念しております。女はそう言うと、ふっといなくなった。裏から来るなんて変わった客だと思いながら、浮吉が障子を開けると、そこには二種銀が一枚置いてある。ありがてえ。仲間に任せたとはいえ、稼ぎが入るわけではない浮吉は、女の気遣いに感謝した。またしばらくして、夕刻にうとうとしていると、女がやってきた。女はその時も裏の障子の影として現れ、浮吉を励ますと姿を消した。そしてまた必ず二種銀が残されているのであった。浮吉は女にお礼が言いたいと強く思った。が、無理に障子を開けても女は嫌がるだろう。そこで長屋仲間に、次に女が来た際に壁を叩いて合図するから、どこの人なのか調べてほしいと頼んだ。そして当日、やはり夕刻。うとうとしていると女の声がした。もし。浮吉はいつものように受け答えをしながら壁を叩いて隣に合図をした。いつも過分なお志をいただきやして申し訳なく思っておりやす。つきましてはお礼を。いえ、私は一刻も早いあなた様のご回遊を。と、そこまで女が言いかけたところで、怒声とともにものすさまじい叫び声がした。たまげた浮吉が払うようにして障子を開け放つと、そこには飛び口を手にした長屋仲間が3人。わびたぬれ縁には腹綿を裂かれた猫がこと切れていた。おめえたちこれは一定前提どういうこった。病人とは思えない浮吉の剣幕に3人は怯えながらも、合図があったので、顔を出してみると二種銀を加えた猫がいたので、逃してなるものかと思わず飛び口へぶったら当たりどころが悪かったのだ。許してくんねえ。と頭を下げた。浮吉は猫の遺骸を胸に抱き、涙をこぼしながら仲間にオイラを待っている猫の話をした。仲間も大いに驚き、嘆き、悲しんだが、もうどうすることもできなかった。浮吉は猫が持ってきた金で、妻子の墓の横に小さな墓を建てた。それが両国恵光院にある猫塚。縦看板にも書いてあるんですけど、昔話というか、落語なんかでも喋られてるのかな。猫塚の由来。ちょっと紹介してみました。